え？あれか。もういいよ。いらない。何？あんたら本当に作っちゃったの？あの量を？バカだね。取引先から大量の発注品が突然キャンセルされてしまった。無茶なスケジュールの中、工場のメンバーが一丸となって生産を間に合わせた製品。自分たちの力を見せつけてやりたい。この受注を成功させ、会社を安定させたい。その一心で数週間頑張ってきた。それなのに。キャンセルの連絡は受けておりませんので、引き取っていただかないと。はぁ？お前のとこのバカ高い商品を？冗談じゃないよ。他のところなんて半額で作れるんだぜ。いかにお前のところがぼったくりかよくわかったよ。そんなところと取引なんてするわけないだろうが。うちは一方的にキャンセルできるほど偉いわけ。お前の工場なんてどうとでもできるし、訴えられても痛くも痒くもないんだよ。ああ、おとなしく俺の言うことを聞いて、コスパのいいもの作ってりゃよかったのにな。倒産も時間の問題だろうなと笑って電話を切られた。呆然と立ち尽くす俺。ふざけるな。俺は拳を握りしめ、唇を噛んだ。俺は意を決してパソコンに向かう。このままでいいわけがない。そして、この行動によって、取引先は大きすぎる代償を払うことになるのだった。俺の名前は川上弘樹、45歳。電池工場を父から受け継ぎ、2代目の社長として会社を経営している。電池工場というと古いと思われがちだが、スマートフォンやゲーム機などモバイル機器の需要が上がるにつれ必要とされている産業だ。父はこの小さい工場を一から立ち上げ、社員や職人、取引先を大切にし、信頼を得ることを重要視しながら会社を成り立たせていた。加えて優秀な職人たちと何度も議論を繰り返し、安全性の高い商品をいくつも開発していた。電池は身近にあり、子供から大人まで気軽に使用するものだ。だからこそ信頼性の高い電池を作り続けていた。俺も父を見習い、日々商品開発に着手しているが、何分お金がかかるため、開発以外の分野でもうまく会社を回さなければいけない。様々な事柄に目を向け、努力を続けることは大変だが、優しく仕事熱心な社員たちに囲まれ、充実した仕事生活を送っている。ある日、取引先の一つである家電メーカーの担当者が交代する連絡を受けた。その会社も先日社長が2代目となったらしい。その2代目社長が直々に担当者となると聞いた。似た境遇同士、うまくやっていけたらいいな、なんて考えていたのだが。うわ、古臭い町工場。本当にこんなところで電池なんて作れるんですか？挨拶と称してやってきた2代目の社長兼担当者の新海さんは、工場に足を踏み入れるなりそう言った。突然の悪口にあっけに取られ、素直に状況を伝える。昔は別の工場だった建物を安く買い取ったもので。へえ、塗り直しする金もないくらい儲かってないんですね。まあ今回の依頼で少しは綺麗な工場にできるんじゃないですか。新海さんが持ってきた依頼書に目を通すが、これまでの内容とは全く方向性が違った。とにかくコストカット。安い材料で時間のかかる工程を飛ばし、いくつかのリスクを見過ごした大量生産を、との依頼だ。新海さん、さすがにこの工程では安全面に問題があります。電池は無茶な使い方をすると事故を引き起こす繊細なものなので。何？断ってるの？新海さんは
不快そうに睨んでくる。断っているのではなく、工程の改善をお願いしたいんです。品質を担保するためにも。お忙しければ、こちらで見直しをすることも可能ですが。いやいや、これくらいで何言ってんの？この工程なんてそんなに時間かからないでしょう。ここは、時間をかけて調整と確認作業しないと安全だとは言い切れません。時間をかけるって、そんなに大層な工程でもないでしょう。こんなのアルバイトでも簡単にできることだよ。機械的な作業で良ければそうかもしれませんが、プロの視点で隅々まで。というか、そんなじいさんばっかりで作業してるから遅いんじゃないんですか？なんですって？新海さんは工場の職人や社員たちを見回して言う。確かに平均年齢は彼の年より20も上だ。だが、そんな言い方はないだろう。目もちゃんと見えてないから、無駄に時間がかかってるだけなんじゃないの？品質だの安全だの、それらしい言い訳言ってるけど、人を入れ替えて効率よくやれば？何も知らない。ただ、お金だけを見ているような言い方に、ムッとする。それがビジネスパートナーに対する態度か、と怒鳴ってやりたくなったが、ぐっとこらえた。弊社の職人は、誰もが卓越した技術と目を持っています。年齢を重ねているからこそ、品質も効率も高い製品が作れるんです。そうは言うけど、所詮は老いぼれでしょ？うちも慈善事業じゃないんですよね。そんな理由でコストダウンに協力できないんじゃ、今後の付き合いも考えさせてもらわないと。大口の取引先ゆえに、切られると正直困る。言葉に詰まると、新海さんは、じゃあ、とりあえずこの工程でよろしく。と、工程表と見積書を置いて帰っていった。なんて失礼な人なんだ。先代の社長も前任者もとてもいい人だっただけあって、ギャップに戸惑い、怒りを覚える。あんな人にうちの製品を扱われるなんて癪だが、契約を切られると痛手になるのも事実。しかし、大事な社員や職人を馬鹿にされて、社長である俺が黙っていていいものなのだろうか。俺はみんなを守るのが仕事なんじゃないか。悶々としていると山田さんが肩を叩いた。彼はこの工場で最も古株で、職人の中で誰からも信頼されている人物だ。社長、俺たちのために怒ってくれてありがとうな。山田さん、すみませんでした。あんなこと言われておいて、会社のためにと強く言い返せず。いいって、ああいう奴には口より技術で分からせてやればいいのさ。俺たちからすれば、あいつは世間知らずのお坊ちゃんってとこだな。あんまり真に受けることないよ。そうそう。安全面が何よりも大事なんだっていう社長の意思は何も間違ってない。皆さん、ありがとうございます。一部始終を見ていた職人や社員たちが次々に励ましてくれる。やはり彼らは会社にとって、そして俺にとって大切な宝だ。老いぼれなんて言われたくないし、思わせたくない。だから、新海さんの要求をただ飲むわけにもいかない。どうすればいいのか。家に帰り、上の空で夕飯を食べていると、妻の美咲がスマートフォンの画面を見せてきた。ねえ、この美術館の話覚えてる？画面に映るのは近くの美術館。昔二人で何度も行った思い出の場所だが、経営難により閉館することが決まったと寂しそうに言っていた。ああ、来年閉館なんだよな。それがね、閉館が取りやめになったんだって。え？どうして？なんだったかな？
閉館に向けて一大イベントをしようとしたら、たくさんの人が寄付してくれたとかなんとかで、継続できるだけの資金が集まったらしいよ。へえ。みんな閉館って聞いて寄付してくれたのかな？また私たちも行きましょう。そうだな。寄付か。そういう資金集めの方法もあるんだな。うちも開発費に始まり、いろいろと経営に難儀している。一つの開発資金でも相当な額だ。成功すれば取り戻せるが、もちろん失敗だってする。そのため赤字ギリギリなのだ。うちにもスポンサーがついてくれるなんて。ただの町工場じゃ到底無理な話かな。あなた？え？最近ちょっと疲れてるんじゃない？あなたがそんな顔してると会社のみんなを不安がらせちゃうわよ。たまには息抜きしないとね。ああ、そうだな。俺は妻が入れてくれたお茶を一口飲んだ。それから新海さんの要望に応えるいい案が特に浮かばないまま数日が経ち、再び彼は工場にやってきた。この間の件ですが、うちでもちょっと考え直しましてね。納期は短いんですが、工程はすべてそちらに任せようと思います。そう言って、新海さんが提示した見積書には、驚くべき金額が記載されていた。5000万。もしもこの金額を手に入れられれば、開発費に充てられる。みんなの思うように製品開発にチャレンジしてもらえるかもしれない。正直、喉から手が出るほど欲しい。こんな契約を持ちかけられ、両手を挙げて喜びたいところだが、いかんせん、彼の言う通り、納期が短すぎる。しかし、メリットは大きい。一度持ち帰らせてください。新海さんが帰った後、職人と社員を集めて会議を開いた。どうだろう。我が社にとってはかなり大きな受注だが、何しろ納期が短すぎる。社員たちはみんな厳しい表情で考えていたが、職人の山田さんが決意を持っていった。どういう心境の変化かはわかりませんが、方法を任せてくれるのならやりようはありますよ。すると、それに続いて。そうです。俺たちの腕の見せ所ですよ。年は食っても技術は衰えないってところを見せつけてやりましょう。と、俺の不安をよそに、職人たちはやる気に満ち溢れていた。早速山田さんを中心に納期に間に合うような作業工程を組み立てている。彼らがこんなにも頑張ろうとしてくれているのに弱気になってはいけない。俺は彼らの意欲を無駄にしないためにも制作会議を取り仕切った。そこからはもう大変だった。とにかく短い納期だが品質は落としたくない。職人も社員も昼夜問わず働いてくれ、俺も作業に混ざって仕事をした。刻一刻と迫る締め切りの中、俺たちの気持ちは一つだった。自分たちの力を見せつけてやりたい。この受注を成功させ、会社を安定させたい。工場一丸となって作業を進め、どうにか締め切り日の早朝。汗を拭いながら最後の工程を担っているメンバーをみんなで見守る。やがて彼の手が止まり、終わったと誰かが口にした。その瞬間、工場中が沸き立った。やったー！自然と拍手があちらこちらで起こり、みんなが達成感に包まれていた。俺も一緒にねぎらいの言葉をかけた後、社員は全員一日休暇を取ってもらうことにした。全員が帰宅準備をしている中、俺は眠い目をこすりながら始業時間である9時ちょうどに新海さんへと電話をかける。新海さん、ご注文の電池
生産が間に合いました。すぐに発送準備をしますので。と報告している俺に対して、新海さんはとんでもないことを言った。あれか。もういいよ。いらない。いらないと申しますと？だから、そのままの意味だって。オタクの高い電池なんていらないの。新しい製造機で大量生産できる中国製を採用することにしたから。目の前が真っ暗になった。いらない。あんなにみんなで頑張って作ったのに。キャンセルの連絡は受けておりませんので、引き取っていただかないと。はぁ？お前のとこのバカ高い電池よ。冗談じゃないよ。中国製品なんて半額で作れるんだぜ。いかにお前のところがぼったくりかよくわかったよ。そんなところと取引なんてするわけないだろうが。そうは言われましても、一度発注されているので、いらないって言ってるんだよ。うちは一方的にキャンセルできるほど偉いわけ。お前の工場なんてどうとでもできるし、訴えられても痛くも痒くもないんだよ。ああ、おとなしく俺の言うことを聞いて、コスパのいいもの作ってりゃよかったのにな。父さんも時間の問題だろうなと笑って電話を切られた。嫌がらせを受けただけだったのか？俺たちは騙された？呆然と立ち尽くす俺に山田さんが声をかけてくる。社長、どうしました？俺はみんなに事の経緯を説明せざるを得なかった。寝る間も惜しんで一生懸命作り上げた商品を一方的にキャンセルされた。そんな事実を知ったみんなは呆然自失とし、怒りを超え喪失感でいっぱいになっていた。女性社員が声もなく涙を流し、誰かが慰める。俺はただ一言みんなに向かって、ごめん、としか言えなかった。今は何も考えられなかった。ふらふらとした足取りで家に帰ると、俺の顔色が悪いからか、美咲が心配してくれる。彼女になら、訳を話してもいいだろうと思って説明した。美咲は、俺の背を撫でたかと思うと、突然力強く叩いた。いた。悔しいのはわかるわ。でも、それで終わっていいの？お父さんだったら、こんな時、最後まで諦めなかったんじゃない？しゃんとなさい。あなたは社長なのよ。美咲に言われてハッとする。父は工場を立ち上げた時、どこからも信頼を得られず悪戦苦闘した。それこそクライアントや下請け、同業者に何度も裏切られてきた。それでも決して折れず、工場を守り大きくさせてきたんだ。俺は父の後を継いだ。当然諦めない心も。そうだよな。工場のみんなのためにも、あなたがしっかり立っていなきゃね。やる前から諦めない。できることを考えて、悩むならそれからよ。私も手伝うから。ね。ありがとう、美咲。俺は家の2階に駆け上がる。一つ思いついたことがあるのだ。どこに行くの？ちょっとパソコンをね。めったに使わないパソコンを起動し、俺は若い社員の一人に電話をかけた。後日、新海さんから電話がかかってきた。正直話したくはないが、何度も着信音が鳴るので仕方なく応じる。ああ、川上さん。どうもお久しぶり。はははは。明らかに愛想笑いだとわかる挨拶に首をひねる。以前とは態度が全く違う。何があったのか。実はそちらの工場に向かっているところでして。何の用件ですか？
以前発注した商品を納品してほしくてね。は？それは彼から一方的なキャンセルを受けたものだ。あんな断り方をしておいて、今更何を言っているのか。話を聞いてみると、安く購入したはずの中国製品には不良品が多く、事故、クレーム、賠償請求など様々なマイナス作用が働き、現在大赤字なのだという。だからあれほど安全性は重要だと言ったのに、新海さんはことが起こってから気がついたそうだ。リスク管理もできない時点で、いつかこうなるだろうと予想はできていたが、案外早くその時は訪れたらしい。それでもう一度商品を作り直すことになった。今度はさすがに品質第一にするため、俺たちに依頼したいのだそうだ。話を終えると同時に、工場の前にタクシーが止まった。中から現れた新海さんはヘラヘラと笑いながら、また見積書を渡そうとしてくる。契約云々の前に、まず、うちの社員と職人たちに謝罪していただけますか？俺が引かない態度でそう言うと、新海さんは顔をしかめた。はぁ？なんでそんなこと？あなたは無茶な納期を貸しておいて、一方的にキャンセルをしました。損失はお金だけではありません。彼らの時間と努力をあなたは奪ったのですから、謝罪は当然のことです。話を聞きつけて入り口にやってきたみんなに、新海さんは嫌そうな顔をしながらも頭を下げ、申し訳ございませんでした。と、つぶやくように言った。みんなは納得のいっていない顔をする。俺だって、そんな態度で謝られても、何の誠意も感じなかった。しかし、謝罪は謝罪だ。とりあえず受け入れよう。謝罪は受け取りました。ですが、依頼は受けられません。その言葉に、新海さんはみるみる顔を赤くする。ふざけんな！騙しやがって！謝罪の要求は当然のことです。それに、意地悪しているわけじゃありません。在庫がないんですよ。何言ってるんだ？あれだけの数の在庫がないなんて、破棄でもしたのか？そんなわけないでしょう。別の会社に納品したんですよ。俺は過去の父のつてから様々な会社に声をかけ、美咲と二人で片っ端から営業をかけた。その中でぜひと快く取引に応じてくれた会社があったのだ。その会社の名前を出すと、新海さんは苦虫を噛みつぶしたような顔をした。彼のライバル会社だからだろう。あちらはうちの高品質の製品をとても気に入ってくれて、パートナー契約を結んでくれることになったんですよ。新海さんがキャンセルしてくれたおかげです。少し皮肉めいて言うと、見積書に何やら数字を付け足した。うちならその2割。いや、3割増しで取引してやるぞ。だから頼む。またうちと取引してくれ。俺はため息を我慢することができなかった。見積書を視線から外す。ですね、お金じゃないんですよ。新海さんはうちの大事な社員や職人の誇りを傷つけたんです。あなたが老いぼれだと馬鹿にした職人たちの技術は長い年月をかけて築き上げられたものなんです。機械に取って代われるようなものじゃありません。彼らの価値がわからない人とは今後取引できません。俺が今度こそきっぱり言うと、新海さんはさらに憤慨する。何を偉そうに。こっちと取引できなくなって困るのはそっちだろうが。そっちが開発費の資金繰りに困ってるのは知ってるんだぞ。金は喉から手が出るほど欲しいんだろうが。謝るなら今のうちだ。ほら、契約してくださいって言ってみな。その偉そうな頭下げてよ。ご心配には及びません。
今後経営していくための資金基盤は安定しましたので。なんだと？クラウドファンディングってご存知ですよね。うちの工場では現在長期的計画で開発中の電池が存在している。環境に配慮し、安全面も十分に担保した電池だ。みんなの長年の経験や知識を総結集させて開発していたのだが、先週ついに完成したのだ。その電池の開発中にクラウドファンディングを募ったんです。若手の社員の力を借りまして、その技術と製品の特許が下りれば、業界が大きく動く。そう信じています。そんなの、所詮周りに媚び売ってたかった金じゃねえか。皆さんに与えたのは媚びではなく信頼ですよ。うちの製品を知ってくれて、品質についてしっかりと理解してくれた人たちが協力してくれたんです。そんなの綺麗事だ。いいえ。だって、実際にうちは皆さんの善意と期待で資金調達ができました。そして、この製品を使い、皆さんの日常に役立てるという方法で恩返しをするんです。そうやって、社会や人の縁はつながっていくんじゃないんですかね。何を知ったような。なあ、そろそろ諦めたらどうだ。山田さんが諭すように新海さんに語りかける。貫禄のある風貌は俺の憧れだ。お前さんは経営の何たるかも、人との信頼がいかに大事かも、何にもわかっちゃいない。社長という地位はお飾りか？社長になるために一体何を学んだんだ？同じ二代目でも、ここの坊ちゃんとこんなに違うもんなんだな。新海さんの目をまっすぐ見て言う山田さん。昔のお前は、もっと大きな男になるって意気込んでたっていうのに。その言葉に、俺も新海さんも目を丸くする。昔？何よ。忘れちまったのか、秀坊。秀とは新海さんの名前だ。愛称で呼ぶ山田さんの顔をよく見た新海さんは一歩後退する。もしかして山田のおじさん？おお、覚えていたか。山田さん、知り合いなんですか？秀坊の親父とは同級生でな。こいつが小さい頃はよく親子で俺の工房に来てたんだよ。山田さんは昔時計職人だったと聞く。そうか、二人は知り合いだったのか。俺の技を見るたび、こんなかっこいいおじさんになりたいって目キラキラさせてたのにな。あの時のお前はどこに行ったんだ？それは。その発言に心当たりはあるのだろう。彼も昔は職人に憧れていたのか。うちがお前のところに協力できないことはもうわかったろ？な、大人になるにつれて価値観が変わるのは当たり前だ。だが、変わっちゃいけない大切なこともあるって覚えておくんだぞ。お前ならまだ間に合うさと肩を叩かれた新海さんは、それから何も言えずタクシーに乗って去っていった。後日、新海さんの会社は顧客や取引先からの信頼を失い、倒産したらしい。どうやら、うちと似たような態度を他の人にも取っていたようだ。賠償金などの借金に追われ、今は返済のためにコツコツとアルバイトを掛け持ちしているのだとか。山田さんは昔のよしみで新海さんの近況を知ることができ、様子を見に行ったそうだ。そこで改めて二人は言葉を交わしたのだという。先代の社長が急に亡くなり、新海さんはとにかく父の会社を潰してはいけないという気持ちだけで動いていたそうだ。お金があれば
会社は続けられると信じて。きっと突然社長に就任したことで冷静になれなかったのだろう。時期になっていたとも言える。結果として父親の会社を失ってしまったことを悔やんでいるそうだ。あいつは今まで良い縁とゆっくり考えるだけの時間がなかっただけだ。きっとやり直せると信じている。と山田さんは言っていた。どうか初心を思い出し、本当に価値のあるものを見出せるようになってほしいと思う。一方で、俺の会社は、例の電池の特許を取得することができた。企業に向けた商品化にも成功し、エコで安全性が高く、長持ちするバッテリーは多方面から呼び声がかかることとなった。生産ラインも人手も足りず、今は少しずつ工場の規模を大きくしているところだ。そして、クラウドファンディングで資金提供をしてくれた人たちに返礼品を送る毎日だ。今、うまく会社が回っているのは工場で働いてくれるみんなのおかげだ。一人一人が自分の仕事に誇りを持ち、良いものを届けたいという気持ちを胸に日々研鑽している。年齢を重ねても、いや、重ねているからこそ技術は衰えない。時代によって変わるものはある。でも、毎日積み重ねてきた努力は絶対に裏切らない。俺も負けていられない。まだまだこれからいろんなことを学び、縁と感謝を大切に生きていきたい。お前はどんくさいし、家事も介護もろくにできない。その上仕事まで辞めやがって、役立たずで俺の金を食うだけの寄生虫じゃねえか。優しかった夫は、私が義母の介護を始めた途端に変わってしまった。何よ、あなたはお母さんの介護なんてしたことないくせに。私の苦労なんて何も分かってないでしょ。私が言い返しても夫には何も通じない。なんでこんなに優しかった夫が変わってしまったの？私が落ち込んでいた時、ある人から一本の電話が入ったのだ。私は佐藤涼子。47歳で職場で出会った1歳上の夫と結婚してもう25年。息子の厚弘を育てながら夫と出会った職場でずっと働き続けてきた。子育てとフルタイム勤務の両立は大変だったけど、近くに住む義母が厚弘の面倒を見てくれたおかげで今も私は仕事を続けられている。義母はよく、早くに夫を亡くして寂しかったから孫のお世話ができて嬉しいよ。そう言って快く厚弘のお世話を引き受けてくれていた。いつもありがとうございます。と私が義母にお礼を言うと、決まって義母は、こちらこそ、一人で退屈している私を頼ってくれてありがとう。と返してくれる。そんな義母ももう今年で80歳。厚弘も22歳になり、大学を出て新社会人になった。厚弘が小学生の頃は毎日のように、おばあちゃん家に行ってくるね。と元気に家を飛び出していた。それは中学生、高校生になっても変わらない。いつも厚弘は義母の家から帰ってくると、今日はプテラノドンを折ったんだ。と義母が得意だった折り紙を私に見せてくれた。プテラノドン？そんなの折り紙で折れるの？私は驚きながら厚弘の持ち帰った折り紙を眺めていたのを今でも覚えている。しかし、厚弘が社会人になってから義母の家に行くことが極端に減り、義母もお得意の折り紙を披露することなどなくなってしまった。そのせいか、厚弘が新社会人になって半年で義母に認知症が見つかったのだ。義母は一人でふらっと外に出ては家に帰れなくなり、何度も警察に保護される。そしてスーパーに行ってはお会計を忘れて商品を持ち帰ろうとすることが増えた。厚弘が独り立ちしてほっとしたと思ったら、今度はお袋の介護かよ。そんなことを言いながら夫は呆然としているだけ。そんな文句を言ったって仕方ないでしょ。お母さんだってできないことが増えて落ち込んでいるんだから、
私たちが寄り添ってあげないと。私は夫にそう返したものの、内心不安でいっぱいだった。これまで介護は全く経験したこともないし、認知症になった義母への接し方もわからない。だからこそ義母のことは介護の専門知識があるヘルパーさんに全てお願いしていた。しかし、義母の認知症は日に日に悪化していった。毎日来てくれているヘルパーさんのことがわからなくなり、この泥棒、出て行けと追い払うことも増えている。そんな状況だったが、義母も落ち着いている時は以前のような穏やかさがある。今日も私が義母の様子を見に行くと、あら、来てくれたの？いつもありがとう。と満面の笑みで出迎えてくれた。そして、涼子さん、私、不安なの。と義母がぽつりとつぶやく。どうしたんですか？と私が聞くと、義母はこんな話をしだしたのだ。最近ね、よくわからない人が家に入ってくるのよ。私が追い出そうとしたら、ヘルパーですって言われて、ハッとなるの。私もダメね。ヘルパーさんなのか、泥棒なのか。そんなこともわからなくなっちゃって。そう言い、深いため息をついた。私が義母に返す言葉が思いつかずに悩んでいたとき、義母が続けて口を開く。これは、老いぼれた私の最後のわがままだと思って聞いてほしいの。涼子さん、私の面倒を見てくれるかしら。知らない人に介護されるのがなんだか怖くて。私は長年続けてきた仕事のこともあり、その場で即答できなかった。ごめんなさい。考えさせてもらえますか？と義母に返した。家に帰って夫に義母から言われたことを相談すると、夫は淡々とこう言う。お袋にはこれまで厚弘のお世話をお願いしていたんだ。お前がお袋の面倒を見て恩返ししたらどうだ。私は夫に言われた言葉がきっかけで、義母の介護に専念することを決意した。私は夫に、わかったわ、と言い、翌日長年勤めた職場に辞表を出した。夫は、お袋の介護をしてくれとは言ったけど、仕事を辞めてくれとは言ってないぞ。仕事と介護を同時にするのが無理なら、またヘルパーさんに頼むとかしてもいいからな。と、少し顔をしかめながら、私の退職に文句を言う。私は、だって、いくらなんでも仕事と介護の両立は厳しいわ。それに仕事を辞めて介護に専念する分、ヘルパーさんは必要ないわよ。と、しかめ面の夫など気にも留めず、義母の介護を始めた。義実家へ行き、私が掃除や洗濯などの家事をすると、義母は、いつもありがとう。涼子さんが来てくれて助かるよ。と嬉しそうに微笑んでくれる。そんな義母とは世間話で盛り上がり、家事の合間に一緒にお茶をする。義母との時間は穏やかで、外の目まぐるしい時間の経過を忘れさせるような感じだった。だが、それが続いたのも最初の1ヶ月程度。義母の認知症は進行していき、今度は私のことも忘れるようになってしまった。この泥棒！私の財産を狙いに来たんだな！そう叫び、玄関の花瓶を投げつけられる。痛い！私が悲鳴を上げた瞬間、足元で花瓶がガシャーンと割れる。その音でハッとなった義母は目を丸くして私を呆然と見ているだけ。最近、私のこともわからないみたいで、どうすれば認知症の進行は止められますか？私は義母のかかりつけの精神科医にすがることしかできなかった。そうですね。認知症の進行を完全に止めるのは難しいですが、進行を遅らせるためには手先を使った作業を積極的に取り入れてみてはどうでしょう。私は医師に、じゃあ折り紙でもいいですか？お母さんが昔から得意で、と返した。いいですね。
折り紙は手先を使うことで脳のリハビリになりますよ。と医師も微笑む。早速私は病院から帰って義母に折り紙を勧めた。しかし、これどうするのと義母は不思議そうに折り紙を見つめる。そしてしばらく経てば折り紙をちぎって床に捨てたり、丸めて投げ始めたのだ。お母さん、何やっているんですか？私がつい大声を出してしまうと、義母は、だって床に散らしたら綺麗でしょとわけのわからないことを言う。それだけではない。最近は障子を破いて散らかしたり、部屋の片隅に置いてあった墨汁を部屋に撒くことだってある。私は義母の散らかした後片付けに回り、気づけば家の家事がおろそかになっていた。おい、一日中仕事で疲れて帰ったのに、晩飯がレトルトカレーだけってなんだよ。だからお袋の介護はヘルパーに頼めって言ったのに。夫は私に怒り、義母の介護でストレスが溜まっていた私は夫に言い返した。お母さんのご飯を作っていたら、急にお母さんが実家に帰るって言い出して、玄関を出ようとしたの。止めたら今度はタンスの服を全部出して大変だったのよ。あなたも少しは私の大変さを理解して、できるところは我慢してよ。私がそう言い返すと、いつもの夫なら、そうだよな、お前だって大変だよな。ごめん、お前の気持ち考えてなくて、と謝るはず。しかし、夫はこの日、これまでにないぐらい高圧的な態度で私を怒鳴った。お前は昔からどんくさくて容量が悪いと会社でも評判だったもんな。そんなお前が家庭と介護の両立とかできるわけないんだよ。こののろま。私は初めて見た夫の剣幕に驚いてしまい、ごめんなさい、と萎縮。しかし、後々考えれば、なぜいつも優しい夫がこんなに私を責め立てたのか。もしかして、私が仕事を辞めて収入が減ったことを気にしているの？それで私のことをのろまだって言って責め立てるのかしら。そう考えるうちに、買い物に行った先で私と同年代ぐらいのワーママを見つけた。厚弘と同じぐらいの息子さんがいて、スーツ姿のお母さんと一緒に買い物をしている。そんな姿を見ていると、どことなく羨ましさを感じた。しかし、夫が私のことを責め立てていた理由は、私が仕事を辞めたことではないとすぐに分かった。今日も私が義母の介護を終えて帰宅すると、ああ、お前はいいよな。一年中年寄りと遊んで、家に帰れば手抜き飯作るだけ。つくづくお前は楽してると思うよ。と、夫が私への文句をネチネチつぶやく。ちょうどその時、家に一本の電話がかかってきた。ハロー、お兄ちゃん、元気してる？電話の向こうから義妹の声が聞こえた。おう、今日も元気にクズ嫁の手抜き飯食ってるぞ。と夫が返す。私は思わず電話を切った夫に、舞さん帰ってくるの？と尋ねた。そうだぞ。舞がお袋の面倒を見てくれるってよ。これでどんくさいお前の手抜き飯食わされずに済むと思ったら嬉しいものだ。夫の妹、舞さんは私たちの結婚式以来全く会っていない。舞さんは大学卒業後、海外で介護事業を立ち上げた人だということだけは知っている。だが何十年ぶりに日本に帰ってきて義母の介護をするなんて今が初耳だ。そんなこともっと早くに言ってよ。と怒る私を嘲笑うかのように、夫は驚かせてやろうと思ってあえて黙ってたんだ。と威張るだけ。もしかして海外で介護事業を立ち上げた義妹が義母の世話をするからって、それで勝手に盛り上がって私に高圧的な態度を取るようになったの？夫のあまりに馬鹿げた態度に私はため息しか出なかった。今日もまた義母の家に行くと部屋中に足の踏み場がないくらい服が散らばっている。お母さんまた実家に帰るとかでタンスから服を出したのね。私がため息をつきながら廊下の服を片付けていると、バチンと私の頬に何かが当たった。
たって、これ害虫叩きじゃない。汚い。私が慌てていると、義母がさらに害虫叩きで私の頭を叩く。人の家に上がって服を盗もうとしたんだな、この極悪人。私はつい感情的になり、義母に、お母さんが散らかしたのを片付けているんでしょと声を荒げた。その瞬間、私の後ろから夫と義妹の声が聞こえた。なあ、だから言っただろ。どんくさいわ、口うるさいわ。俺の金で生活してるくせに。介護も家事もろくにできないダメ嫁なんだよ。こんなの嫁じゃなくて寄生虫だな。陽子さん、いくら腹が立ったからって声を荒げることないでしょ。ヒステリックね。私はただでさえ義母の介護で精神的な限界を迎えている時に、夫と義妹にひどい言葉をかけられて、さらに冷静さを失った。そんなことを言うなら、あんたたちがお母さんの介護をしてちょうだい。どうせ私はヒステリックで、介護も家事もろくにできないわよ。そう言って、義実家を飛び出した。あてもなく、家にも帰りたくない。そんな私が向かったのは、駅前の居酒屋。一人で焼け酒を飲みながら、ずっとうじうじ泣いていた。もう時刻は夜の20時。いつまで私飲んでいるんだろう。そうぽつりとつぶやいて、テーブルの上を見ると、空のビールジョッキが12個並んでいる。私は昔から酒に強く、何杯飲んだって酔いもしない。いつまで飲んだって酔うこともできないし、このままじゃ空のジョッキが増えるだけね。私はそう言い、立ち上がってお会計をした。冷静になると、義母を置いて義実家を出たことが急に不安になった。大丈夫かしら。あの人たちにお母さんの介護なんて任せて。私は義実家へ小走りで向かった。義実家は冬なのに暖房も明かりも何もついていない。玄関には鍵がかかっていて、私は急いで持っていた鍵で玄関を開けた。暗いわね。何も見えない。と言いながら手探りで明かりをつける。玄関の明かりがついた瞬間、玄関で倒れている義母が見えた。お母さん、なんで？私は慌てて義母の体をゆすった。すると、はっとなって義母が私の顔をじっと見る。なんだか疲れて眠っちゃってたみたいだ。そう言って義母は立ち上がり、ふらふらと部屋の方へ進む。私も心配になり、義母の後についていった。お茶を入れ、しばらくすると落ち着いた様子の義母が口を開く。なんだか、昼間は気が動転しちゃって。涼子さんのこと叩いちゃったね。ごめんね。本当はそんなことしたくないのに。体が勝手に動いちゃって。そう言って義母は私の手を取って謝ってくれた。私こそ大きな声でお母さんのことを怒ったりなんかしてごめんなさい。私はそのまま泣き崩れ、義母はそんな私の頭を撫でてくれる。このままではダメだ。しっかりしないと。私はその晩、義実家で寝泊まりし、その翌日、義母の担当のケアマネージャーに電話した。ケアマネージャーは私の話を聞くなり、それは大変でしたね。すぐにケアプランの変更を行いますと言って事務所に帰り、ほんの1時間ほどで新しいケアプランを持ってきた。私は週に5日、平日の昼間は義母の介護をデイサービスにお願いすることに。以前勤めていた職場に電話を入れると、復帰の話も順調に進んだ。ほんの数ヶ月で私は義母の介護を頼めるデイサービスを見つけて職場に復帰。自分でも驚くぐらいに前に進んだが、夫と義妹はあれから連絡の一つもない。そういえば、あの人たちどうしているのかしら。そもそも舞さんはお母さんの面倒を見るために日本に帰ってきたんじゃなかったの？私がそう思っていた矢先、義実家にようやく夫と義妹が顔を見せに来た。今さら何？舞さんはお母さんの介護をするために帰ってきたんじゃないの？
私が怪げそうな顔でそう言うと、舞さんは私にこう言い返す。私は海外で介護事業を立ち上げているの。だけど私の仕事は従業員の派遣がメインで、こんなに大変なお母さんのお世話なんてできないわ。夫は、そんなことよりお前、お袋は、まさか老人ホームに入れたのか。私はそんな二人に呆れながら、お母さんなら今日はデイサービスよ。顔なじみの人もできて楽しそうに通っているわ。と返した。夫は、はあ、お前は老人の一人も面倒見れないのか。と大笑い。義妹も、私は仕事で忙しいから仕方ないけど、無職で介護専業の涼子さんがお母さん一人の介護もできなくてどうするの？と大笑い。私は海外で介護事業をしているからってマウントを取って、その挙句何もできずに私のことを笑って、そんな舞さんに賛同するあなたもおかしいわ。私、あんたたちみたいな馬鹿げた人とは付き合いきれない。そう言い、準備していた離婚届を夫に渡した。その瞬間、夫は顔面蒼白になり、おい、ちょっと待てよ。お袋の介護をするって言い出したのはこいつだぞ。俺は悪くないだろう。と震える。舞さんの味方ばかりして、私をけなしたあなたも同罪よ。私はそう冷たく言い放ったが、夫はまだしつこく玄関先で私を引き止める。いい加減にしてよ。私は離婚したいの。いや、ちょっと冷静になって考え直せば済む話だ。私と夫が揉め、さらに義妹が、私が介護できないからって侮辱したこと謝りなさいよ。と口を挟んで参戦する。侮辱したのはそっちでしょ。何もできないくせに私にばかり完璧さを押し付けて。私が義妹に怒ると、夫が、そんなの今はどうでもいいから離婚を考え直してくれ。とさらに口を挟む。二人揃って鬱陶しい。いい加減にしないと弁護士に相談するわよ。私と夫と義妹で総揉めになっていたとき、こんにちは、デイサービスです。と介護職員さんの明るい声が聞こえ、義母が帰宅した。あら、想像しいわね。涼子さん、お客さんでも来たの？と義母が微笑む。今日は義母の調子が良く、私のことを覚えてくれていたようだ。私は義母に笑顔で、舞さんが久々に日本に帰ってきたんですよ、と返した。すると義母は、舞さん？誰？とあっけに取られた顔をする。お母さん、私よ。実の娘のことを忘れたの？すがりつく義妹に、義母はきっぱりこう言った。あなたは誰？意地悪そうに何か押し売りするセールス？義母の言葉に義妹はショックを受け、その場で膝から崩れ落ちた。そして、夫もその様子にあっけに取られた状態のまま、離婚届にサイン。元夫は私との離婚後、義妹と喧嘩になったらしい。お前がお袋の介護を私に任せろなんて言うからこうなったんだ。悪かったわね、役立たずで。だったらお兄ちゃんがお母さんの介護しなさいよ。言われなくたってそうするよ。お前に親の介護なんて一生無理だ。結局、元夫は義母の通うデイサービスを断り、自宅で介護を始めた。警察ですが、お母様を署の方で保護させていただきました。元夫の会社には、警察からそのような電話が1日に何回も入るようになった。そして、はぁ？A 賞って隣の県じゃないですか。どうやって母はそこまで？慌てている元夫に上司が、君、お母様の介護が必要なら、介護休暇の相談に乗るぞ。と肩を叩いた。しかし、義母の介護状態では、毎日のように見守りが必要だ。介護休暇申請でも手に負えない日数の休暇を要するということで、元夫は自主退職。退職後、しばらく義母の介護をしていた元夫だが、介護施設に入居させることになった。元夫から泣きながら、こんなに介護って大変だったんだな。
まさか認知症の老人が隣の県まで電車やらタクシー使って行けるなんて思ってもいなかったよ。そう私に話し、義母の入居する介護施設を教えてくれた。私は夫と離婚した今でもたまに義母の介護施設に面会に行っている。今では認知症が進み、義母は私と会ってもあまりお話ししてくれない。しかし、介護施設の職員さんが、この間、お嫁さんにってお手紙書いてくれたんですよ。そう言って、一枚の便箋を私に渡してくれた。そこには、義母の震えたような大きな文字で、涼子さん、ありがとう、と書かれた手紙と、義母が好きだった折り紙で折った鶴が入っていた。義母は認知症が進行してもなお私のことを覚えていてくれている。時にはパニックになって私のことを忘れることもあったけど、それも今となれば義母との大切な思い出の一つだ。お母さん、ありがとうね。お手紙、大事にするね。私は嬉し涙を流し、義母からの手紙と折り紙を宝物にした。介護は大変なこともあるけど、人とのつながりがあってこそ成り立つものだ。義妹はあれからすぐ海外に戻ってしまったけど、それでよかったと思う。意地悪く口だけ達者の義妹に義母の介護を任せるくらいなら、私は介護職員さんの手助けを受けながら義母に寄り添っていきたい。今日も厚弘と一緒に義母の面会に行き、厚弘と一緒に折り紙を折っている義母の生き生きとした目を見ると、ほっと安心した思いになる。高級ホテルのラウンジ。目の前には女優と見間違うような美しい女性。そんな奇跡のようなお見合いだというのに、盛り上がりどころか会話もほとんどない状態。楽しかったのは最初の3分だけだったな。心の中でため息をつく。とはいえ、家同士で決まったお見合いだ。俺自身乗り気でなかったのだから、彼女もそうだったという話か。きっと今回の話はなかったこととして、またあのうつうつとした日常に戻るだけだと思っていたのに。私と結婚してください。これまでそっけない返事しかしてこなかった彼女からの予想外の言葉に、俺は驚いて固まってしまった。表情に変化もなく、抑揚のない声色で結婚を申し出た彼女。こうして、このお見合いを境に、俺の生活、いや、人生は変わっていったのだった。俺の名前は水原健吾。会社社長である父の下で働く、実家暮らしの25歳だ。真っ黒な髪と、愛想のない少しつり上がった目は、父親譲りだ。仕事熱心な父と、優しい母。そして、二つ離れた家族思いの弟。俺自身も大学までトップクラスの成績を収め続け、将来有望だと言われてきた。裕福な家庭で十分な教育も受けて、ぬくぬくと育った温室育ちの御曹司。俺自身もこの環境を恵まれていると感じていた。だがそれも大学卒業までのことだった。自慢じゃないが、俺は昔から優秀だった。そんな俺の致命的な欠点は、他人とコミュニケーションを図るのが苦手なこと。とはいえ、学生時代はそこまで問題はなかった。しかし、社会に出るとそういうわけにはいかない。自身のコミュニケーション能力の低さが見事に仕事に影響を及ぼした。社内でうまく連携が取れず、連絡漏れが発生したり、営業先ではろくに喋れず、担当を変えてくれと会社に連絡が来たりと散々なものだった。いつしか次期社長は兄の俺ではなく、弟のヒロトの方がふさわしいと言われるようになっていた。お前をこの会社に入れたのは
間違いだったのかもしれないな。入社してから1年が経った日に、父からそう言われたことは、今でもよく覚えている。その表情はいつにも増して険しく、俺を見つめる色を失った目は、失望したという父の感情を物語っているようだった。その日以降、父は俺を見放したかのように、会社に関することから俺を遠ざけた。学生の頃とは、比べ物にならないほどの孤独の中、俺は重要でもない雑用をこなす毎日。今の俺は会社のお荷物、いや、無能な社長子息というレッテルを貼られた厄介者だ。はあ、会社行きたくないな。毎朝の日課になってしまったつぶやきが、ため息とともに口からこぼれる。しかし、今の仕事を辞めたところで、俺みたいな奴が他で働けるわけもない。無職で母親に世話されながら、実家に帰省し続ける未来の俺を想像する。それだけは、さすがに避けたい。首を振って嫌な想像を頭から追い出して、のろのろとベッドから起き上がった時、兄さん起きた？ドアの外から弟のヒロトが声をかけてきた。ああ、今起きたとこ、どうした？ドアを開けてヒロトを迎え入れる。ふわっとした母親似の明るい茶色の髪に人懐っこそうな丸い瞳。ヒロトがいるだけでこの部屋の空気がパッと明るくなったかのように感じる。俺の弟とは思えないほど明るくて面倒見のいい性格で、交友関係も広い。学業の方も常に上位キープするほどの頭脳を持っている。ほんの少しお人よしすぎるところが心配ではあるが、昔から可愛くて仕方のない大事な弟だ。父さんが後で書斎に来いって大事な話があるって言ってた。ヒロトは目を伏せながらそう答えた。大事な話か。ヒロトの様子を見る限り、楽しい話でないことは確かだ。そうか。ありがとう。支度を済ませたらすぐに行くって伝えておいてくれるか？兄さん。いつも悪いな。伝書バトみたいなことさせて。そう言って、ヒロトへと笑みを見せる。父に見切りをつけられたあの日以降、俺は家の中でも父と会話をすることが減った。仕事の話をすることがなくなったこともそうだが、何より俺自身が父と接するのが怖くて避けていた。父も思うところがあるのだろう。いつしか不死の会話はなくなり、家族を介して伝言を伝え合うようになっていた。僕は兄さんがすごいことを知ってるよ。昔から何でも上手にできて、先生たちも友達もみんな兄さんのことを褒めてた。それに僕がいじめられてる時もすぐに駆けつけてくれて助けてくれた。僕にとっていつだって兄さんはかっこいいヒーローで憧れなんだ。背中がむずがゆくなるようなヒロトの言葉に俺は苦笑する。ヒロトは昔からこういう子なのだ。まっすぐな心の持ち主で、恥ずかしげもなくこういうことを言ってのける。そして嘘がつけない。ヒロトの表情には悲しみと不安の色が浮かんでいた。おそらく父から話の内容を聞いて知っているのだろう。ありがとな。それと、いつも心配かけてごめん。兄さん、僕は今だって兄さんが後を継ぐべきだって思ってるよ。兄さんに合った環境が見つかれば父さんだって。ヒロトの言葉は嬉しいけど、俺には無理だって自覚があるんだ。やる気も能力もない人間が継ぐよりも、ヒロトみたいな人間が継いだ方が、会社もみんなも幸せになれるだろ。それにヒロトも父さんの手助けをしたいって言ってたじゃないか。それは兄さんと一緒にっていう大前提があっての話だよ。僕なんかじゃ兄さんの足元にも及ばない。だから僕は兄さんのサポートをしながら一緒に会社を守っていけたらって、そう思って。お前は俺のサポートなんかじゃ収まらないほどの才能もあるし、人のことをよく見て動ける人間だ。ヒロトがいれば父さんだって安心だよ、きっと。少しだけお人よしなのが心配だけどな。
と付け足して笑ったが、ヒロトは笑い返してはくれなかった。俺はふっと息を吐くと、悔しさをにじませるヒロトに歩み寄った。そして、ふわふわの猫っ毛頭を撫でる。ヒロトなら大丈夫だよ。俺が保証する。兄さん。父さんに伝言頼むな。すぐに支度済ませるからさ。ヒロトは小さく、うんと言って部屋を出て行った。その背中を見送ってから、支度を淡々と済ませた後、父が待つ書斎へと向かったのだった。父からの話は案の定、いい話ではなかった。お前には、平出産業へと出向してもらい、業務改善に当たってもらう。平出産業。地方都市にあるうちの会社の子会社の一つで、俺と同じくお荷物とみなされている会社だ。知らない人が見れば、社長の息子が自ら業務改善に赴く力試しのように見えるかもしれないが、実際はお荷物社員が飛ばされただけのこと。手のいい厄介払いであることは俺にも分かった。平出社長には跡取りはなく、娘さんが一人ということで、お前との縁談の話も同時に出ている。先方にはすでに了承の旨を伝えてある。出向は3日後。そしてお嬢さんとの顔合わせはその2日後だ。左遷だけではなく、縁談まで。しかも、婿入りが前提らしい。父は、俺のことを完全に見放したということだ。胸の中に何とも言えない感情が渦巻いていたが、俺は表に出すこともなく、淡々と、はいと返事をした。そんな俺をまっすぐに見つめたまま、向こうでしっかりやってくるように。話は以上だ。準備に取り掛かりなさい。抑揚のない声でそう告げる。俺は黙って一礼し、書斎を出て行った。最後まで父の顔を真正面から見ることもないまま、朝自身がつぶやいた言葉が実現するとは思ってもいなかったが、息が詰まるような毎日から解放されることに安堵の息を吐きながら、俺は引っ越しの準備に取り掛かった。結局、父と顔を合わせないまま、出発の朝を迎えた。玄関先で手荷物を確認する俺を、母親とヒロトが見守っていた。あっちに着いたら、ちゃんと連絡入れてね。はいはい、わかったって。まったく、父さんも今日くらいは顔を出せばいいのに。ヒロトはそう言って、むくれた顔をしている。別にいいよ。仕事が忙しいんだろうし。母さんとヒロトが見送ってくれるだけで十分だよ。俺がそう言うと、母さんが俺の手をぎゅっと握ってきた。ごめんね。お父さんには私からも言ったんだけど。だから大丈夫だって。それよりなんか荷物が重いんだけど。母さん何か入れた？朝確認した時にはここまでの重量感はなかったはずなのに。今しがた右手に持ったカバンはずっしりと重くなっていた。ああ、あっちに着いたらいろいろと忙しいだろうから、すぐに食べられそうなものを作っておいたのよ。あなたの好きな肉じゃがとか、いろいろね。そう言って母がウインクする。母は昔から料理が好きな人で、食卓に並ぶ食事は基本母の手料理だった。父の弁当ももう数十年、毎日作り続けている。今までは当たり前に食べていた母の料理も、あっちに行ったら食べられなくなるのか、と少ししんみりした気分になった。大丈夫よ。言ってくれれば、いくらでも送ってあげるから。ああ、でも、掃除洗濯は教えたことを思い出して、自分でしっかりやりなさいよ。母さん、厳しかったもんね。仕込まれたよな。俺とヒロトは、これからの時代、男だって家事をするのよという母の教えのもと、幼い頃から母に家事全般を叩き込まれていた。とはいえ、俺の方は家事だけはどうにもうまくできず、一応できる程度のスキルしか身についていないのだが、俺たちが教わっている横で、父は自分に矛先が向かないように、こそこそと逃げ回っては母に怒られてたっけ。あはは、懐かしいな。今までは小さい頃のことなんて思い出すこともなかったのに、こうやって思い出すのは家を離れることになって
センチメンタルな気分になっている証拠だろうか。あっちに行けばしばらくは戻ってこれない。いや、たとえ奇跡的に事業を立て直せたとしても、父が俺をここへ呼び戻すことはないんじゃないだろうか。そんな俺の内心を読み取ったのか、母がことさら優しい口調で話しかけてくる。健吾、体には気をつけるのよ。何かあったらいつでも帰ってきなさい。ここはあなたの家なのだから。そう言って俺の背中を優しく撫でる。昔と変わらない温かくて優しい手。その温かさを感じた瞬間、俺の目に涙がこみ上げてきた。そうだよ。兄さんは僕たちの大事な家族なんだから。ヒロトの泣きそうな声が俺の涙腺をさらに刺激してくる。父からの厳しい教育にめげそうな時も、会社で居場所をなくしたと感じた時も、俺を支えてくれたのは母とヒロトだった。ありがとう、母さん、ヒロト。俺は溢れる涙を拭うと、カバンを持つ手に力を込めた。そして、二人の顔をまっすぐに見つめ、行ってきます。そう言って、笑顔で出発したのだった。平出産業は、業績が伸び悩んで数年が経つ。親会社からの圧を何とかしようと躍起になっているのか、体制はブラックそのものだった。やる気のない上司にモチベーションを失った部下たち。仕事中はもちろん、休憩中も大した会話もなく、まるでお通夜のような暗さだった。社内の誰もが疲れ切った覇気のない顔で、見ているこっちも暗く沈んだ気分になっていく。いやー、水原社長の優秀な息子さんが来てくださるなんて、これでうちの業績もうなぎ登りですよ。この場の雰囲気にそぐわない飛び抜けた明るい声で、平出社長が俺へとすり寄ってくる。水原社長の優秀な息子。その言葉に、俺は思わず眉間にシワを寄せたが、平出社長は全く意に介していない様子だった。それに、そんな方が、うちの千佐と結婚してくださるとは。会社だけでなく、平出家も安泰ですな。はあ。まだ肝心の娘さんとも会っていないし、縁談の話はまとまっていないというのに、平出社長は嬉しそうに笑っている。おそらく、父と同じく、彼の中では、俺と娘さんとの結婚はもう決定事項なのだろう。徹底的に合わない相手だったらどうしようか、という俺の心配をよそに、あっという間に平出社長の一人娘、千佐さんとの見合いの日を迎えることになった。おしゃれな高級ホテルのラウンジで、俺と彼女は向かい合っていた。目の前に座る千佐さんは、テレビで見る女優さんよりも綺麗な人で、俺は萎縮してしまう。透き通るような白い肌に、スッと通った鼻筋。少し目尻の垂れた目は、可愛らしさも感じさせた。少し茶色がかった長い髪は、艶めいていて、触れてみたくなる衝動に駆られる。平出社長は、全体的に丸みを帯びているので、父親を感じさせるのは、その目元あたりだろうか。そんな風にまじまじと彼女を観察していると目があった。ぶしつけな視線を投げていたことが気まずくて、思わず下を向く。ほんの一瞬だったが、美しい彼女と目が合ったことで、俺の心臓はドキドキとうるさいほどになっていた。互いに挨拶を交わした後、仲人役の平出社長の親族の女性がいろいろと取り仕切ってくれたが、早々に時間になったらまた戻りますので、あとはお二人で、と言って立ち去ってしまった。互いに無言のまま時間が過ぎていく。何か話題をと思い口を開く。いいお天気ですね。そうですね。会話のテンプレ。天気のカードを切るも、即座に終了してしまった。千佐さんの様子を見てみるも、彼女はこのお見合いが始まってから、ずっと無表情だ。愛想笑いでもいいから、見てみたいものだが、話し下手な自分にそんなこと、できるだろうか。千佐さんはお好きな食べ物とかありますか？僕は肉じゃがが好きなんですが、
自分で作ろうとすると難しいですよね。初めて作った時は散々な出来でした。今もうまくはないんですけど。そうだ。じゃがいもといえば名前の由来はご存知ですか？当時のジャカルタはジャカタラと呼ばれていたのですが、そこから日本にもたらされたんです。そこから来た芋、ジャガタラ芋が変化してジャガイモとなったらしいんです。日本では飢饉のたびに重宝されて広まった作物で、自分ではかなり頑張ったのだが、千佐さんの反応は変わらなかった。相づちすら打つことなく黙ったままだし、顔もうつむき気味で目が合うこともない。その後も家族の話や学生生活のことなど話してみたが、会話は弾むことはなく、喋っているのは俺ばかり。もともと話すネタの少ない俺はすぐに手詰まりとなって、互いに沈黙する時間が長くなっていった。はっきり言って気まずい。平出社長は俺と千佐さんを結婚させるつもりみたいだけど、正直この人と一緒に生活するイメージが湧かないな。先ほどから全く会話もせず、目を合わせることもない千佐さん。自分も愛想がいい方とは決して言えないし、会話スキルもないけれど、彼女ほどではない、と思う。本当の彼女を知っているわけではないから、何とも言えないけれど、たった30分程度でもこんな感じなのだ。こんな調子で毎日一緒にいたら息が詰まりそうだ。いつの時代かと思わなくもないが、これは親同士で勝手にまとめられた縁談なのだ。俺と同じように、おそらく彼女もこの縁談に乗り気ではないのだろう。さて、どうやって断ろうか。それとも、先ほどの仲人役の人から、今回はご縁がなかったようでという、あのセリフを聞かせてもらえるのだろうか。そんなことを頭の中で考えている時だった。ください。はい？彼女の言葉を聞き逃した俺は思わず聞き返す。千佐さんがいつの間にか顔を上げて、俺のことを見つめていた。その視線も表情も冷めたままだったが、淡いピンクのルージュが引かれた形の良い唇が動く。私と結婚してください。え？どちらから断りを入れるのだろうか、などと考えていた俺には晴天の霹靂だったが、そこからあれよあれよという間に千佐さんとの結婚が決まった。平出社長は盛大な結婚式をと望んでいたようだが、俺の父の仕事の都合がつかず、ひとまず式の方は置いておいて、入籍と同居、スタートさせることになった。結婚生活は予想通り、会話もない中で、ただただ他人同士が生活しているだけ。コミュニケーションどころじゃないので、当然のことながら寝室も別。千佐さんも平出産業で勤務していて、互いに激務なため、時間も合わない。二人分の家事は思ったよりも大変で、同居を始めた時は、わずか数日で、こんなにも家が荒れるものなのかと驚いたものだ。そんな初めての他人との同居生活は、俺にとっては何もかもがストレスで、ブラックな会社とストレスフルな家とで天秤にかけた俺は仕事の方を取った。どちらも会話がない環境ではあったが、話しかけても返答のない妻よりも、最低限の会話を交わせる同僚の方が気分が幾分楽だった。会話がないってこんなにもストレスなんだな。今更だけど昔の俺って最悪だったかも。そんなことを考えながら仕事に打ち込む日々。家には寝に帰って休日に溜まった家事を何とかこなすだけだった。体は疲れるが、この平出産業に来てから俺は仕事が少し面白くなってきていた。というのも、今の俺が担当しているのは営業でも雑用でもなく、システム周りを担当させてもらっている。経営者修行には必要ないと言われ、父の会社にいた頃にはさせてもらえなかった仕事だ。もともとパソコンで黙々作業するのが性に合っていた俺は、これまで効率の悪すぎた平出産業の弱点を次々に見つけていき、片っ端から改善していった。
問題点が多すぎたというのもあるが、俺の行った改善は社員にも好評で、少しずつだが社内の労働環境も良くなっていった。社内の人たちに感謝されて、俺は初めてと言っていいくらい仕事での充実感を得ていた。はっはっは。我が家の婿殿は本当に優秀だ。短期間でここまでの成果を出すとはさすがです。ギフとなった平出社長もホクホク顔だ。いえ、大したことはしていませんが、でも皆さんに喜んでもらえてよかったです。俺は照れ笑いを浮かべながら頭をかく。これで孫の顔も早く見れたら万々歳ですが、さすがに気が早すぎますかね。はっはっは。ああ、母。千佐さんがあんな塩対応なのに子供とか無理だろ。と、喉元まで出かかったが、なんとか愛想笑いでごまかしたのだった。入籍から1ヶ月が経った。千佐さん、おはよう。おはようございます。こうやって最低限の挨拶くらいは交わせるようになったことだけが唯一の変化だ。自分のコーヒーを入れようとキッチンへ向かうと、千佐さんが入れ替わるようにリビングを出て行こうとする。今日は休みだよね。天気もいいし、どこかに出かける？いえ、行きたいところがあるので。俺も一緒に行っても。一人で行くので結構です。ああ、そう。にべもなく却下すると、彼女は自分の部屋へと戻っていった。俺なりに歩み寄ってはいるものの、こうしてあしらわれる日々。俺はため息をつくと、コーヒーを入れながら、今日の動きをシミュレートする。俺も家事は得意じゃないが、千佐さんは俺以上に増えてないようで、家の中はいつも雑然としている。特に料理はお互いに壊滅的なので、いつもコンビニの弁当か、スーパーの安売り惣菜を買って食べていた。まあ、家事はやれる方がやればいいとは思うけど、もう少しだけ協力というか、やる姿勢くらいは見せてほしいよな。分量を間違えて苦々しい味のするコーヒーを飲みながら、俺はそんなことを考えてため息をつく。帰ってきたら、千佐さんと話し合ってみるか。最近一緒にご飯も食べてないよな。今日は何か作って一緒に食べてみるか。話のネタにもなるし。得意じゃないから美味しく作れるかはわからないが、多少は食卓に色を添えられるかもしれない。そうと決まれば、洗濯と掃除をさっさと片付けて、買い出しに行かなきゃな。作り方怪しいから、母さんにも連絡がてらアドバイスもらうか。母親頼みなのが自分でも情けないが、ベテラン主婦のアドバイスは聞いておくに限るだろう。こうして俺はコーヒーを飲み干すと、行動に移ったのだった。よし、なんとか完成したな。母からのアドバイスを半分も活かせてはいないが、料理動画の力も借りながら、なんとか今日の夕飯の支度を整える。メニューは白飯に味噌汁。サラダと肉じゃがだ。どうせ作るなら自分が食べたいものをと思ってチョイスしたのだが、見事に煮崩れてじゃがいもが原型をとどめていない。まあ、肉はそこそこいい値段のものを使ったから、差し引きゼロだろう。そんな自分勝手な解釈でうなずいていると、千佐さんがタイミングよく帰宅した。リビングへと入ってきた千佐さんは、食卓の上に並んでいる料理をじっと見つめていた。ああ、おかえり。ご飯作ったから一緒に。私は大丈夫です。俺の言葉に彼女の言葉がかぶさる。即答具合にちょっとカチンときたものの、俺はもう一度声をかけてみる。お互い忙しくて一緒に過ごせてないから、たまには、私のことはお構いなく。そう言って、足早に自分の部屋へと向かう千佐さんを、俺は思わず引き止めていた。俺と過ごしたくないにしても、冷たすぎない？家事だって何もしないし、今日だってさっさと出かけて家にもいない。一緒に暮らしてるのに、あんまりじゃないか。あまりにも冷たい言動に、俺の口調も強くなる。また黙ってるだけかよ。初めて会った時からろくに会話もできない。俺たち、結婚した意味あるのか？最後の方は自問にも近かった。こんなにないがしろにするくらいなら、
結婚なんてしなくてもよかったんじゃないか？そもそもなんで彼女は結婚を？そう考えている時だった。私だって、本当は。俺に腕をつかまれた千佐さんが小さな声でつぶやいている。その声が涙声に聞こえて、俺は戸惑いながら彼女の名前を呼んだ。千佐さん？私だって、最初の頃は努力したの。見よう見まねでやってみたけど、全然できなくて、逆に仕事を増やしてしまう始末で、毎日疲れて帰ってくる健吾さんの負担になるくらいなら、私なんかが手を出さない方がいいだろうと、そう思ったから。そう言うと、ポロポロと涙をこぼしながら泣き始めた。泣いている女性をどうなだめればいいのか、全くわからない俺は、おろおろしてしまう。そんな俺に構わず、千佐さんは話を続けた。両親は共働きで、いつも一人で過ごしてた。生活が安定した途端、母が亡くなって、その後は、お手伝いさんが家のことをしてくれたけど、私には何も関心がなかった。毎日、私しかいないテーブルでご飯を食べて、話す相手もいない家の中で一人ぼっちで。千佐さんは中小企業とはいえ、社長の一人娘だ。だから、俺と似たような環境で大事に育てられたのだろうと、そう勝手に思っていた。彼女自身が話さなかったとはいえ、こんなにも孤独な生活を送っていたなんて、思いもよらなかった俺は、ただ黙って彼女の話を聞くことしかできなかった。でも父は、私に結婚しろって、女性の幸せは結婚だって、私には結婚生活っていうものがわからない。妻というものの役割は分かっていても、うまくできない。温かい家庭に憧れはあっても、私には実現できる能力ないし、やり方もわからない。抱えてきたものを吐き出すような彼女の声が、俺の胸を苦しくさせる。俺は掴んでいた千佐さんの腕を離すと、ごめんと謝った。俺、千佐さんが家事を頑張っていたことも知らなかった。自分のことで手一杯で、君がこの結婚生活で苦しんでいたことに気がつかなかった。そのことは本当に悪かったと思ってる。ごめんなさい。私も話さなかったから。そうだね。千佐さんが何を思ってるのか知りたかった。そうしたら、もっと違ったアプローチができたかもしれない。でも、俺も千佐さんが話さないからと、諦めていた部分もあったから。どう接したらいいのかわからなくて、男の人と話したこともほとんどないから。それなら、俺と同じだ。俺も女性と何を話したらいいのかわからなくて、お見合いの日だってテンパってたよ。そうなの？そんな風には見えなかった。いろいろと話をしてくれて、聞いていて楽しかったから。嘘。そうだったの？俺がそう聞くと、千佐さんはコクンとうなずいた。あんな会話でも、彼女は楽しんでくれていたなんて。千佐さんの思わぬ言葉に、俺の顔が熱くなる。私、表情があまり表に出ないから、わかりにくいよね。まあ、そうだね。俺、お見合いの日もそうだし、今までずっと千佐さんには嫌われてると思ってた。そんなことない。俺の言葉に、今度は千佐さんが大きな声を出す。どうしたらいいのかわからなくて、でも嫌いなわけじゃないから。そういう千佐さんの耳が少し赤くなっている。それを見た瞬間、俺の心臓がドキドキしてくる。とにかく、誤解が解けてよかった。俺も家事は苦手だから一緒に覚えていこう。それでも難しければ、今は便利なものもたくさんあるから、そういうのを活用してもいいと思うし。一緒に？そう、一緒に頑張ろう。俺の言葉に、千佐さんがかすかに微笑んだ。初めて見る彼女の微笑み。思っていた以上に綺麗で、可憐で、しばらくの間、目が離せなかった。本音で話し合えたその日以降、俺たちの仲は急速に深まった。失敗を重ねながら、一緒に家事をしたり、休日には出かけたり、そして時間が合えば一緒に食事をとる。食卓を囲んで
何気ない会話に笑い合う。彼女が望んだ温かい家庭。少しは近づけているだろうか。家庭での変化は仕事にもいい影響をもたらしていた。会社での千佐さんも家と同じように笑顔が少しずつ増えていった。それはきっと俺も同じだったのだろう。ほんと、仲睦まじいですよね。こちらまで幸せをお裾分けしてもらってる気分です。社員の一人にそんな言葉をかけられた。話をしていた俺と千佐さんは顔を見合わせて照れ笑いを浮かべる。そんな様子を見た社員たちが次々に俺たちの周りに集まってきた。結婚されてから千佐お嬢さんも笑顔が増えてわしらも嬉しい限りだ。それに健吾さんが来てくれてから会社の環境も変わって働きやすくなったし、会社全体が明るくなった気がして。そんな大げさだよ。大げさなんかじゃありません。ですよね、千佐さん。女性社員から水を向けられて驚いた顔をしたが、千佐さんは俺の顔を見上げながら、みんなの言う通り、健吾さんが来てくれてみんな本当に助けられているのよ。もちろん私も。そう言ってにっこりと微笑む。こんなに美人で素敵な奥さんと家でも会社でも一緒だなんて羨ましい。俺も結婚したい。一番の若手社員がそう叫ぶと、周りから、まずは相手探しだな、などとからかいの声が飛ぶ。そして俺たちはみんなで声を上げて笑った。学生時代も前の会社でもあんなに孤独だった俺がこうしてみんなと一緒に笑っている。自分でも信じられなかった。この変化は間違いなく千佐さんと過ごしたことで得たものだった。彼女と一緒にいると居心地が良くて自然と笑顔になる。きっと彼女が俺を受け入れてくれたことで、俺も他の誰かを受け入れることができるようになったんだろう。たとえ誰かから嫌われたとしても、俺には彼女がいる。だから大丈夫。そう思うと、人と話すことも苦痛じゃなくなっていた。みんなが談笑している中、俺が一人思考にふけっていると、一人の社員から質問が飛んできた。そういえば、水原さんってどうしてうちの会社に来たんですか？こう言っちゃなんですけど、うちって業績も悪いから左遷場所っていうか。おい、さすがにそれは失礼だろ。みんなが謝ってくれるが、返答に困った俺は苦笑いを浮かべるしかなかった。大丈夫だよ。でもそんな言い方しないでほしい。みんな頑張っているし、業績が伸び悩んだのは、一人一人の負担が大きすぎて、うまく機能してなかったのが一番の原因だったんだから。それですよ。問題点を次々に見つけて、短期間で一気に改善して、健吾さんって一体何者なんだろうってみんなで話してたんですよ。その言葉にみんながうんうんとうなずいている。俺はまた、大げさなと苦笑した後、口を開いた。彼らになら、全部話してもいいんじゃないかと、そう思えたから。俺、学生時代の IQ テストで180って数値を叩き出したんだ。それで学生時代はもてはやされたけど、社会に出たら全くの役立たずでさ。しかも頭でっかちすぎて、周りとうまくコミュニケーションも取れないまま大人になったから、仕事で支障が出まくって、迷惑たくさんかけてね。学校の勉強がよくできるだけじゃ、会社の役には立てないんだなって痛感したよ。俺がそう自重気味に話すと、みんなは顔を見合わせた。誰も口を開かないことに、俺は少し不安になった。本当の俺を知って、呆れられたのかなと。しかし、役立たずだなんて、一体誰が言ったんですか？健吾さんのおかげで、会社はこんなにも働きやすくなりました。それもすべて、健吾さんがずっと蓄えてきた知識や力のおかげですよ。そうですよ。感謝してもしきれません。みんなの声が聞こえてくる。俺は思わず千佐さんを見た。彼女もみんなと同じように何度もうなずいている。みんな、健吾さん、泣かないでくださいよ。俺たちまで泣けてくるじゃないですか。はは、ごめん。でも嬉しくて、俺は年がいもなく、みんなの前で涙を流していた。
みんなが俺のことを認めてくれている。そのことが本当に嬉しくて、彼らとなら共に頑張っていける。そう強く感じられた。その日の帰り道、俺は千佐さんと一緒に家へと向かっていた。俺、ここに来れてよかった。みんなとも出会えたし、仕事の楽しさも知ることができた。千佐さんと一緒に過ごすようになって、たくさんの嬉しい変化があった。そう言うと俺は千佐さんの手を握った。初めての触れ合いにドキドキする。千佐さんは驚いていたが、俺の手を振りほどくことはしなかった。千佐さんのおかげで、俺は今すごく充実した毎日を送れてる。本当にありがとう。まっすぐに千佐さんの目を見つめながら、俺の気持ちを伝える。握った手から千佐さんのぬくもりを感じて、胸の鼓動がもっと大きくなる。私も、健吾さんと会えて家族のぬくもりを知ることができて、毎日心がポカポカしてる。幸せってこういうことなんだね。千佐さんはそう言うと、俺の手を頬へと近づけ、すり寄せた。滑らかな肌の感触に、俺の顔に一気に熱が集まってくる。健吾さん、今度の日曜日、お父さんの誕生日なんだ。そうなの？なら、お祝いに行こうか。俺も改めてお父さんに挨拶したいし。挨拶？千佐さんと結婚させてくださいって挨拶。お見合いの後はバタバタしてちゃんと伝えられてなかったから。あの頃はまだ、千佐さんと打ち解けることもできてなくて、結婚する実感も湧いてなくて、でも今は違う。俺は千佐さんと一緒にいたい。できることなら一生を添い遂げたい。彼女の家庭環境は良いとは言えないものだったけど、彼女をここまで育ててくれた平出社長には、改めて彼女を幸せにすると伝えて、了承を得たかった。健吾さん、ありがとう。喧嘩してるわけじゃないけど、私とお父さんあんまりうまくいってないから、これを機にいろいろ話せるといいなって思ってる。健吾さんの力を借りて、なんだけど、いいかな？もちろん。俺自身、父親との関係に悩んでいるからこそ、千佐さんの力になれることがあるかもしれない。そう考えた俺は、不安そうに見上げている千佐さんに微笑みかけた。千佐さんも、俺の返事を聞いて安心したようで、ほっとした表情をしている。私、お父さんの好きな肉じゃが持って行ってあげようかな。そうなんだ。俺と一緒だ。お父さん、お母さんが作る肉じゃがが大好きだったの。だからね、健吾さんがお見合いの時、肉じゃがが好きって言ってたのを聞いて、なんだか嬉しくって。もしかして、結婚の決め手って、それが理由？全部じゃないけど、決め手の一つだったかな。そう言って、千佐さんは恥ずかしそうに微笑んだ。お見合いの日、乗り気には見えなかった彼女から、結婚してくださいと言われたことが不思議だったが、まさか肉じゃがが決定打だったとは。俺を肉じゃが好きにさせてくれた母には、足を向けては寝られないな。呆れた？まさか、むしろ嬉しいよ。不安そうな顔をした千佐さんを安心させたくて、俺は微笑みかける。誕生日は美味しい肉じゃがを作って持って行ってあげよう。他にもお父さんの好きなものをたくさん用意してさ。きっとお父さんも喜ぶよ。うん。俺の言葉に千佐さんは嬉しそうにうなずいた。きっとお父さんの喜ぶ顔を想像したのだろう。その姿はまるで少女のようなあどけなさで、愛おしさがこみ上げてくる。俺は千佐さんの手をぎゅっと握ると、千佐さんも握り返してくれた。一緒に手をつなぎながら、誕生日に何を用意しようかと、二人で話しながら帰ったのだった。そしてその日がやってきた。俺たちを出迎えた平出社長の顔は、なぜか険しかった。お父さん？話がある。入りなさい。千佐さんの先導で、平出社長の待つリビングへ向かうと、俺たちの挨拶を待たずに、平出社長が口を開いた。千佐、その男と別れなさい。え？お父さん、何を言ってるの？予想外の言葉に、俺と千佐さんは固まった。そんな俺たちの様子など、
お構いなしに、今度はその険しい表情を俺に向ける。私は、この親子にまんまと騙されていたんだ。優秀だという話を聞いていたのに、全く使い物にならない、役立たずだと言うじゃないか。しかも、跡取りでもなく、実家を感動同然で叩き出されたと。こんな男と結婚しても、我が家には何のメリットもない。仕事はできないくせに、悪知恵だけは働くようだが、もうお前の思うようにはさせん。娘を返してもらうぞ。平出社長の怒りがビリビリと伝わってくる。お父さん、健吾さんのことを悪く言うのはやめて。彼は私と寄り添ってくれる素敵な人よ。会社だって健吾さんが来てくれたおかげで回復してきているじゃない。千佐さん。黙りなさい、千佐。会社の業績が上向いたのはたまたまだ。この男の成果ではない。そうやって適当なことを言って、娘をたぶらかしたのか。ふざけるな。千佐さんが俺の前に出てかばってくれるが、平出社長は完全に頭に血が上っていて、聞く耳を持たない。お父さん、お願いだから落ち着いて。今日はせっかくのお祝いの日でしょ。ほら、見て。私たちでいろいろと準備してきたのよ。そう言って、料理などが入ったバッグをテーブルに置いた。しかし、物で懐柔しようとするつもりか。その手には乗らん。ガシャーン。平出社長は、そのバッグを千佐さんからひったくるようにして奪うと、壁へと叩きつけた。近くにあった花瓶などと一緒に落下した料理や花束、きれいにラッピングされたプレゼントの袋が床に散らばる。もちろん、彼女が心を込めて作った平出社長の好物である肉じゃがも、無残な姿になって床にぶちまけられていた。そんな。悲しみと絶望とが入り混じった千佐さんの声を聞いた俺は、頭が真っ白になって、気がつけば平出社長に掴みかかっていた。今、自分が何したか分かっているんですか？話せ。俺のことをなじるのは構いません。いくらでも好きにすればいい。でもあなたが、今めちゃくちゃにしたのは全部、千佐さんがあなたのためを思って用意したものなんですよ。亡くなったお母さんの味を再現しようと。あなたに喜んでもらえるようにって、それをあなたは。俺の言葉を聞いた平出社長が、床に散乱したものに目を落とした。そして、はっとした表情をする。私は、千佐さんに謝ってください。これまで彼女がどんな思いで日々を過ごしてきたのか、孤独な日々を埋められずに、どれだけ苦しんできたのか、今まででも十分辛い思いをしてきたというのに、たった今、あなたは彼女の思いやりも踏みにじったんだ。しかも、彼女を自分の手駒の一つのように扱うような真似まで。平出社長の胸ぐらをつかむ手にさらに力がこもる。今まで生きてきて、こんなにも憤ったことはなかった。一発殴らないと気が済まない。と、空いた手にも力を込めた時だった。健吾さん、もういい。もうやめて。千佐さん。俺の手に彼女の小さな手が重なった。その手のぬくもりを感じて、俺は正気に戻った。平出社長を掴んでいた手を離し、千佐さんの肩を抱き寄せる。お父さん、私決めました。この家を出て行きます。私の家族は、お父さんと亡くなったお母さんだけだった。だから、お父さんが望むならって会社にも入ったし、お見合いの話も受けた。お父さんが喜んでくれるなら、それでいいと思ったから。でも、そう言って、千佐さんは平出社長の顔をまっすぐに見つめた。平出社長の顔が少しだけ苦しそうに歪む。健吾さんと離れることだけはできません。親同士が勝手に進めた結婚だったのに、私に寄り添ってくれて、私の心を優しく満たしてくれた健吾さんと、これからは一緒に歩いていきたいから。千佐。今までお世話になりました。さようなら、お父さん。その言葉を最後に、一切振り向くことなく、千佐さんと俺は家から出て行ったのだった。実家から少し離れたところまで行くと、千佐さんが立ち止まった。その肩は、
小さく震えていた。その姿を見て、俺はたまらなくなって彼女のことを抱きしめる。よく頑張ったね。健吾さんがいてくれたからだよ。ありがとう。涙声だったが、後悔を感じさせないその声色に、彼女の強さを感じた。きっと出会った頃の千佐さんなら、こんな決断はできなかっただろう。健吾さん、ごめんね。巻き込んでしまう形になって。何のこと？会社、居づらくなったよね。申し訳なさそうな顔をする彼女に、俺は微笑みかける。それなら大丈夫だよ。千佐さんが決断する姿を見て、俺も決めたことがあるんだ。俺の言葉に、千佐さんはわからないといった顔で首をかしげている。俺、会社を辞めて独立するよ。父親に囚われてた自分を解放しようと思う。今までの俺は、千佐さんと同じで、父親の望むようにと、その通りに道を歩んできた。そして俺の場合は、見限られる原因が自分にあったにもかかわらず、それを改善しようとも、父親に意見しようとも思わなかった。自分の意見というものがない状態。そんな俺のままでは、大事なものを守れないと、千佐さんに気づかせてもらったから、俺も自分で選び取った道を歩こうと思った。もしかしたら、これからすごく苦労をかけてしまうかもしれないけど、それでも一緒にいてくれる？俺は腕の中の千佐さんにそう問いかける。俺の言葉に千佐さんは、もちろん、健吾さんと一緒なら何だって乗り越えられるって私信じてる。だから、ずっと一緒にいさせて。そう言って、俺をまっすぐに見つめ返してくれた。彼女の心を映したような、澄んだ色をした綺麗な瞳が、ゆっくりと閉じていく。そして俺たちは、そっと唇を重ね合わせたのだった。あれから、俺と千佐さんは起業する準備に取り掛かった。二人で何とかしていくつもりだったが、会社を辞める旨を話した途端、お二人が行くなら、俺たちもみんなついていきます。そう申し出てくれたのだ。俺が平出産業に来てからの本当に短い期間だったが、俺たちの間には確かな信頼関係が築かれていた。そのおかげで、俺たちの会社は運の良さも手伝って、順調に業績を伸ばし、事業を拡大していった。メディアからも注目されたこともあって、様々な会社から業務提携の話が持ち込まれたが、その中の一つに、父の会社の名前もあった。俺の中にあるわだかまりを感じ取った千佐さんから、実家に行ってご挨拶しようと提案された。母やヒロトとは連絡は取っていたものの、千佐さんが家族と顔を合わせるのも、俺が父と話をするのも、1年ぶりのことだった。千佐さんを気に入った母は大喜びで、可愛い娘ができた、と、俺そっちのけで、二人で話に花を咲かせていたし、ヒロトも俺たちのことを心から祝福してくれて、姉さんと人懐っこい笑顔で千佐さんと接していた。問題は父だ。うまく話ができるか不安を抱く俺に、千佐さんがそっと背中を押してくれた。今の健吾さんなら、お父さんともしっかりと話ができるはずよ。大丈夫。その言葉をお守り代わりに、俺は父との対面を果たしたのだが、私が間違っていた。健吾自身に話を聞くこともせず、自分の考えを押し付けて、お前を苦しめていた。本当にすまなかった。と、開口一番、そう謝られたのだ。平出産業への出向も、左遷の意図は全くなく、親元から話し、俺の仕事への向き合い方を確かめようという考えで決行したらしい。頃合いを見て、本社に戻すか、部署の変更なども視野に入っていたと聞かされた。そして、千佐さんとの縁談は、いつまで経っても浮いた話のない息子を心配した親心から来るものだったとも。当事者である俺にそれらの説明を一切していないことを母さんに知られ、こっぴどく叱られたそうだ。久しぶりにあんなに大きな雷が落ちたの見たかも、と、ヒロトがこっそりとその時のことを教えてくれたのだが、会社社長である父の名誉のため、ここでは詳細を伏せることにする。こうして、俺の方は何もかもがうまくいったのだが、
千佐さんの方は、俺の和解からもうしばらくの時間が経ってからだった。あの後の平出産業はというと、俺たちをはじめとした多くの社員が退職したことで、仕事を回せなくなり、せっかく持ち直し始めていた業績はすぐに悪化。しかも、俺が色々と改善したシステムの運用を放棄し、元のブラックなやり方に戻したことで、とうとう親会社の方に嘆願書が送られてしまった。そこで、露呈した平出社長の経営者としての能力が精査された結果、社長職を降ろされ、新たな社長が就任することになったのだった。そして、平出社長が社長職を解かれて2年が経った頃、俺たちの元を突然訪ねてきた。あの頃の姿は見る影もなく、少し老け込んだように見えた平出社長は、俺たちに深々と頭を下げた。千佐、健吾くん。今まで本当に申し訳ないことをした。お父さん。千佐、私は亡くなった母さんと約束したんだ。必ず千佐のことを幸せにすると。可愛い一人娘に小さい頃は苦労をさせてきた分、これからは豊かに暮らせるようにと、自分にできることをしようと思った。もともと貧乏生活から成り上がった私が考えていた豊かさは、お金だった。だから、将来が安泰そうな男性との縁を結ぼうと。そして健吾くんと引き合わせたんだ。社長子息の妻ともなれば、将来は安泰だ。すべては千佐、お前のためだと、そう思って。しかし、私は何もかも間違っていたのだな。そう言って涙を拭う。あの日、お前たちが帰った後、千佐が作ってくれたという肉じゃがを食べたよ。とても美味しかった。母さんが作るものと遜色ないほどに。苦労をさせたくないからと、家事などさせたこともなかったのに、あんなに美味しい料理を作れるようになっていたなんてな。あの時、健吾くんが一緒に頑張ってくれたと話してくれたね。その時に、ようやく気がついたんだ。昔から千佐が求めていたのは、お金なんかじゃなく、どんな時でも一緒にいてくれる家族なんだと。そうだよ。私は、お父さんとお母さんと一緒に過ごしたかった。仕事や家事が大変なら、私も手伝いたかった。一緒に頑張りたかった。千佐さんは震えた声でそう言うと、平出社長の手に自身の手を重ねた。千佐。私もお父さんとちゃんと話し合えばよかったんだよね。健吾さんがしてくれたように。ごめんなさい、お父さん。千佐。私の方こそ本当にすまなかった。健吾くん、千佐を、娘を大事にしてくれてありがとう。そこまで言うと、平出社長は泣き崩れてしまった。千佐さんは丸くなったその背中をそっと撫でている。平出社長、いえ、お父さん、俺も千佐さんと出会えてとても幸せです。それに、次の春には家族が増えるんです。こんなに幸せなことはありません。俺の言葉に、平出社長はバッと顔を上げて、千佐さんの顔を見る。その視線を受けて、千佐さんは微笑みながら、愛おしそうにお腹を優しく撫でた。そうなのか。千佐、健吾くん、おめでとう。お父さん泣きすぎよ。ね、健吾さん。今度は嬉し泣きの涙を、ボタボタと流し始めた平出社長を、呆れたように見つめながらも、千佐さんのその表情は、とても幸せそうだった。こうして俺も、千佐さんも父親との確執を乗り越えることができたのだった。たとえ親子であっても、話をしなければ気持ちがすれ違ってしまうことになる。他人とならなおさらだ。だからこそ、大切だと思う人とは、たくさん話をしなくちゃダメだ。思っていることを素直に、相手のことを考えて、言葉を選んで、そうやって信頼関係は築かれていくものだと、俺は気づかせてもらったから。